1日経って今日果たしてちゃんと動くのか不安ですね。まあちょっと行ってみます。あれ、普通にめちゃくちゃ普通に着きました。というわけでバイクも無事治ったということで、トンネルを抜け山を越え時折自然を展望する。橋を渡り川を眺め、着いた先は大自然の中にあるゲストハウスボケット。縁側で飲むコーヒーやたくさんの本とお一人様限定の本読みスペース。狭い場所って落ち着くよね。山並みに沈んでいく夕日を眺めて時間が過ぎていく。最高だね。夜はビールとカレーで優勝です。さらにオーナーさんのフラメンコギター演奏まで。締めは薪ストーブと星空鑑賞で大自然を満喫できるポケット。ぜひみんなも行ってみてね。うわー、今日はこれビール飲みてー。てかさ、湿度がってでかくね。一旦ちょっとスーパーに行きたいと思います。浜名湖渚園キャンプ、バーベキュー、運動施設、レンタサイクル。ここが地震避難所。最高やないかい。まあこんな感じでキャンプ場に着いたんで準備していきたいと思います。いやー、でもみんなしっかりしたテントだな。結構がっつりキャンプ。俺のテント恥ずかしいぞ。このサイドバックがついに開かれる時が来たということです。実はサイドバックの中にはキャンプ道具が入ってました。まあキャンプ道具っつってもね、シンプルに積めない。軽量化を求めるから全然大したことないものしか持ってない。寝れてちょっと火が見れたらいいなぐらいのゆるキャンですね。ここはすごい虫が来てるわ。楽しそう。というわけでこんな感じでキャンプスペース完成しました。安くて軽いものを選んでます。テントもちっちゃいし、焚き火台もちっちゃい。寄せらんないし。今日はね、なんと贅沢に焼き鳥買っちゃったんですよね。焼き豚か。これとビールをちゃんと火がつくか謎ですけど、ちょっとやってみたいと思います。敵をちょっと置いとこう。立てられたらいいんだけどな。どうやって立てりゃいいんだこれ。おう、いいじゃん。イカスやっけ。よし、まあいいだろう。ここに焚き付けぶこも。これ。てかこれ焼き鳥できんのかな。これ直火じゃん。めっちゃ燃えるやんけ。ちょっと様子見のお湯だけ作っとくか。ほら、これ真っ黒焦げにならんの。絶対これ薪足りねえ。すぐ燃えちゃわない。ってことはこれスピード勝負ってことか。ちょっと火強っ。スピード勝負っぽいな。焼き鳥焼いちゃおう。おい、ちょっと待って、くらついとるって。マジバランス悪くね。やべえ。ポスチロール全く意味ねえ。ただバランス崩すやつじゃん。ちょっとこれいろいろまずいな。これはなんかいろいろまずいことになってる。
どうしたらいい？あ、そっか、まず飯盒を下ろして、で、焼き鳥も一回これ救出したい。あつつつつつ。あつつつ。マジてんよわんやかよ。まあでもこの1回のファイヤーですでに課題を2個ぐらい見つけたという焼き鳥救出作戦。うわ、やべ。もうさ、真っ黒だったんだけど今。マジ超邪魔だったこの発泡スチロール。何の意味もね。やべえ。慣れてね。ああ、全然思ってたのと違うよ。飯食えねえよ俺。こいつを装着しねえと。やはりね、ずれてくるということが分かったよ。お前らは常に一心同体ってことだな。俺が勝手に引き剥がしてしまった。おま、こっからつけんのきついぞ。さあどうする。ミスが許されない。はいはいはい。なかなか一筋縄ではいかねえってことか。おい、お、来た。ついにできたぜ。でも絶対足りねえこれ。余裕のよっちゃんで足りないよ。いやちょっとやっぱこれ直火すぎるんだよな。あー、真っ黒になっちゃった。結局真っ黒クロスケになっちゃった。やってみよう。うわ、すげえやば。ほら黒。絶対うまくないやろ。うん、うまい。もうダメだ。でも今日ね、贅沢にロング缶を買いましたから、これでね、焼き鳥と一緒に行きたいんだけど全然焼けねえ。うまっ。やっぱ炭、あ、そっか、俺炭、あれ、炭持ってねえんだ。あ、そうだね、俺炭使ってねえもん。あ、炭だわ。炭をゲットしました。でもね、一つ懸念は3キロなんですよ。こんないっぱいがない。これで楽しいキャンプライフが過ごせるはず。このキャンプ場結構バイクで来てる人もやっぱ多いし、さっきソロでやってる女の子一人とかもいましたね。そろそろいい感じかな。これお湯なのか確認のしようがねえ。まあいっか。お湯だと仮定して焼きそばに投入。あ、やべえ、ちょっと足りねえ。ちょっと足りねえよ。いい感じ。めちゃくちゃ炭ってるじゃんけ。うわ、ウインナーもマジでいい感じになってきた。うわ、これよな。なんで俺炭忘れてたんだろう。いただき。うま。いやー、炭だわ。勝負は炭だったわ。暗くなった時用のライト、いい感じに炭に火がついてきたんで、最後の豚串いっちゃいたいと思います。これはね、だいぶ今熱いよ、豚串。ここがね、すげえ熱いんだよね。やっぱ炭っていいわ。うん、最後の一本は結構うまい感じに、いい感じにできた。やっと。やっぱキャンプっていいわ。アドレスもすごいいいけど、やっぱキャンプもいいね。全国に無料キャンプ場とかいっぱいあるし、もっとキャンプしよう。キャンプしながら旅しよう。焚き火ってめちゃくちゃあったかい。これカップルとかでやったら楽しいよな。キャンプ好きの人出会いたいわ。これはそろそろウイスキーボンボンと焼きマシュマロの時間ですね。焼きマシュマロいってみましょう。いや、これもうすでに手が熱い。焼けてますよ。お、でもいい感じに焼きましょってる。焼きましょってきた。あれ、これうまいんじゃね？これもしかして。これはうまいんじゃないか。うん。と
これめっちゃうまやば。そしてこのウイスキーボンボンですよ。これは間違いない。贅沢にアルフォードマシュマロ焼きやってみたいと思います。うますぎて笑いが出てくる。やっぱりひときわちっちゃいな。こんな感じのキャンプ場でした。いやー、キャンプってマジでいいね。持ってるものが貧弱すぎてラグジュアリーなキャンプはできないけど、それでも最高に楽しかった。平日は仕事で忙しい毎日に追われてても、週末はキャンプしたりしてバランスの取れた生活ならすごく人生が豊かになりそう。ブームになるのも納得です。そんなこんなで次に目指すのは大都会名古屋。浜松からもう100キロちょっとあるけど頑張って移動していきますぜ。旅が楽しすぎてなかなか更新できないけど、今後もずっと旅が続いていくし、めっちゃくちゃすごい絶景巡りまくってるんで、これからもよかったら見てね。そんじゃまたね。バイバイ。